今週もご視聴いただきありがとうございます。金子時計店とケイアウォッチの金子です。先週東京に出張に行った時にお会いした業者さんから開口一番、金子さん見てますよ YouTube、 風の噂に聞きましたって言われて、私はってなってものすごく恥ずかしくなり、顔が夜間みたいに赤くなったそうです。それは置いといて、その時に考えたのが、こうやって YouTube は不特定多数の方たちがご覧になるもので、時計好きの方たちはとても優しくていい方が多いので、そういうことはないとは思うんですけど、もしかしたら笑われたりとか文句言われたりとか悪口言われたりとかあるかもしれないなと。ただ、たとえそういうことがあったとしても、私は時計好きの方たちが喜んでくれたりとか面白がってくださる以上は続けていきたいなと考えました。なぜか軽く芸人魂のようなものが芽生えています。さて、今回の内容はドイツ時計についての後編です。前編をご覧いただいたお客様からたくさん次回も楽しみにしていますっていうコメントをいただきありがとうございました。今回もご期待に添えるものかどうか分かりませんし、あと自分が思っていることを率直にお話ししたので、もしかしたらものすごく偏った内容かもしれません。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本題に入ります前にもう一度だけお見せいたしますと、当店で積極的に買取販売取り扱いしているブランドがこのようにありまして、あくまでもこのようなブランドに関して私が個人的に感じている魅力について続きをお話ししていきたいと思います。3つ目の魅力は、ドイツ時計や自分たちのブランドの歴史や伝統をしっかりと守りながら少しずつ進化している点です。それはドイツブランドに比較的復刻モデルが少ないことが証明しています。ある意味一つ一つのモデルが復刻モデルみたいなものとも言えます。と申しましても、実際にはラコやハンハルト、ユンハンスなどからたまに復刻モデルが出ていますが、今までのモデルと復刻モデルとそうデザインに違いはないことが多いです。この点、ドイツ時計ブランドストーバのオーナーであるドイツ人のヨルグ・シャウアーさんは、どこかを少しいじるだけでオールドスタイルをキープしようとする安直な解雇主義、新しいデザインやコンセプトも大事だと思うとドイツブランドについておっしゃっておりましたが、あくまでも私個人的にはデザイン的にあちこち手をつけて、それで結局復刻モデルに頼ってしまうようなブランドよりかは、自分たちの信念のもとに自分たちのスタイルを維持してあまり変わらない時計をずっと作り続けているブランドの方が好きですし、好感が持てます。自分たちの歴史や伝統を守るっていうスタイルはデザインだけではなく機械にも現れています。特にグラスヒュッテで作られている時計はそれがすごく強いです。グラスヒュッテ地方に古くから残る技法としまして、スワンネック環球芯と呼ばれる独特な形をした環球芯であるとか、サンバースト仕上げと呼ばれる渦を巻いたように見える仕上げであるとか、青焼きネジという青ネジという青く焼かれたネジなんかもそうです。一番最初に少しずつ進化している点とも申し上げましたが、そこもポイントで、歴史や伝統を守ろうとするとそこから変わらないっていう選択もあるかと思います。ドイツのメーカーは基本的に歴史や伝統を引き継ぎながら新しいものも取り入れつつ変化しているところも興味深い点であります。例えばノモスですと、一番初期のETA 7001ベースのムーブメントから段階を経て自社ムーブメントと呼べるレベルまで発展しました。手巻きだけではなく自動巻きムーブメントも開発しています。またブルーノゾンレで見ますと、機械式時計だけではなくグラスヒュッテの規格に沿ったクォーツのモデルも力を入れています。4つ目の魅力は実用性の高さです。
実用性の高さや機能性の高さはドイツ時計を紹介するにあたってよく使われる表現であり、この動画ではできるだけ他の方があまりおっしゃらないようなことをお話ししたいなと考えてはおりましたが、実用性の高さはどうしても避けれない魅力でありました。ミューレグラスヒュッテやチュチマジンなど、時計は道具であり、使ってなんぼっていう確固としたコンセプトのもとに作っているブランドが多いのもドイツ時計の特徴です。時計は道具という見方をしますと、視認性や頑丈さ、高精度が当然の側面となってきます。ドイツ時計にシンプルなデザインが多いのも、実用性や機能性、視認性を重視した結果とも言えます。結果、同じようなデザインになってしまうということもありますけども、そこはあまり気にすることなく、あくまでも実用性や機能性優先でいくんだっていう、その振り切り方が潔く、私はそこに安心感や信頼感を感じます。今回の動画で私が特に好きなグラスヒュッテの時計についてもうちょっと掘り下げてお話ししたかったんですが、ちょっと時間が足りそうにないので、また別動画で紹介させていただきます。ドイツ時計の魅力前編と後編を通して、より多くのお客様にドイツ時計に興味を持っていただいたり、すでにお好きなお客様にはもっと好きになっていただけるといいなと思っております。すでにドイツ時計の虜になられたお客様におすすめなのが、このドイツ腕時計という雑誌です。2013年から最近までだいたい 1,2 年に1回発行されていて、今4冊出ています。まだ入手可能なのであれば、個人的にはこの第1版2013年に発行された初版がおすすめです。広告が比較的少なくて、ドイツ時計の歴史や各ブランドの歴史や紹介、時計師さんの紹介などバランスよくされているように見えるからです。ドイツ時計の良さについて2週にかけてご覧いただきありがとうございました。また来週もご覧いただけると嬉しいです。